このフォーメーションを見てある程度プレーを取る、オフェンスのプレーをおそらくこれとこれとこれのうちのどれかじゃないかぐらいまで絞れると思うんですけど、例えば一個面白いのはタイトエンド、これセンターを真ん中にしてボールがあるので、タイトエンドにいるサイドは 3.5 人なんですよね。当たり前なんですけど、タイトエンドいないサイドは 2.5 人なんですよ。じゃあこの選手がここにシフトしたとするじゃないですか。これだけでストロングサイドがあるんですよ。こっちの方が突然人数多くなるんですよ。そうすると今まで右が多いと思ってたのに、ちょっと1人動いただけで今度こっち多くなっちゃったよっていうと、ディフェンスを全部引き寄せなきゃいけないんです。同様にでここからさらにモーションをすると、あれあれあれ人数多いのはこっちだけど、でもレシーバーの方はこっちに多いからパスだとこっち来るのかなみたいな。それから過去にこのフォーメーション、このモーション、このシフトからこういうプレーやったよなみたいなことを瞬時に割り出して、でサインに生かしてます。でここでよく出てくるのがアジャストっていうんですけど、特にセーフティーの選手ですね。この形でやってきた時にオフェンスはおそらくこれ多いよねと過去に実績からして、そうすると今出てるサインこれだけど、モーションした瞬間にやめと、ちょっとサイン変えますよっていうので、後ろの選手はかなり、あとラインバッカーですね、インサイドラインバッカー、セーフティーがもうかなりフィールドの中の大きい声出してるっていう時はアジャストしてて、サインやめてこれに変更する、もしくはこのサインで行くんだけどもここだけはこうやって変えるみたいなことをですね決めたりすることもあります。これ結構面白いのが、例えば前のシリーズで「いや全然新しいフォーメーションやってたよ」と「こんなの見たことないのにコーチどうしたらいいですか」みたいなことも、オフェンスがもうあんまりパンパンで3プレーでパンと蹴っちゃうんですと話しきれなかったりするんですよ。そうするとアジャストできないままもう一回フィールドできて同じプレーでやられるっていうパターンも結構出てきたりして、そこのオフェンスとディフェンスの絡み合いっていうんですかね、っていうのも結構ポイントになると思います。例えばボールがここ行った時にあと20ヤード先、もしくはフィールドゴールレンジに入った時にむしろタッチダウン狙いたいプレーとかっていうのがあったりすると、そのプレーがランプレーの形を見せてからのレシーバーのロングパスだったりすると、じゃその手前の特定のランプレーっていうのをこういうところでやったりします。逆もあると思います。例えばここに行った時はもうレッドゾーンに入ったらもう絶対ランで勝負したいんだと、うちはエースランナーがいるからっていうと、なるべくこういうところで多くパスを投げると、特に長いパスを投げるということは医学的に重要で、やっぱりこうだんだん固まってくるとランプレーランプレーランプレーってなってくると前強調型のディフェンスになってくるんですね。こうなってくると出るランプレーもやっぱ出ないので、ディフェンスバックって言われる選手には常にパスがあると、いつでも裏狙いに行くぞって思わせておくことはオフェンスとしてはすごく重要なんですよ。ディフェンスの選手がなんとなくいやもしかしたらこっちかも、こっちだと思うんだけどもしかしたらこっち来るかもしれないなっていう常に 100% のプレーできない状況を作っておくっていうことが一つの大きな命題だと思います。なので必ずこのプレー使いたいよね、ある程度決まってたりするので、その中でそういうところでプレー成功するような下地を作るために、ステプレーとまではいかないんですけど、そういう下地を作るようなプレーをこういうところで選択したりする。それがランの場合もあるし、パスの場合もあるし、例えばロングバットの場合もあるし、フォーメーション同じだったりシフトモーションが一緒だったり、あとファーストのさっき言ったメンバー構成が一緒だったり、あとはさっきのフェイクがそのランプレーのフェイクのパスだったりとか、このディフェンスに対して何が一番有効なんだろうっていうのはコーチは常に考えていて、そうかそうかと、これが一番有効じゃんと思うんであれば、それをずっとやり続けると当たり前ですけど、ディフェンスはそれを止めてくるので、それを例えばとっておきの時に一番難しいヤードさらに2ヤードとかそういうヤードの時にじゃあそのプレーをやろうと思っておけば、じゃあ事前にそれを使うのでその逆のプレーをちょっと使っておこうとかですね、そういうカードの切り合いみたいなところがあるんですけど。